おはようございます。今日は朝から福井小浜港の方に小アジ釣りに向かってます。朝7時過ぎに家を出て、ここ、367号線をずっとくっつき抜けてね、福井の方まで行くんですけども、ここ、道の駅の朽木新本陣、はい、朝市がね、有名なとこなんですけども、はい、そこからね、ずーっと通って、小浜駅のちょっとね、入るとこに、ビッグ釣り具店やったっけ、魚のね、餌とか、竿とか売ってるとこ、そこで餌を買って、で、朝一にね、開くオープンと同時に、石窯の里心いうね、パン屋さん。そこでパンを買って、ちょうどね、昼前に小浜港に着いて、これ朝飯兼昼ですわ。はい、ここのね、ハードパン、ハードトーストいうのかな、それがめちゃくちゃうまい言うてね、嫁が。はい、毎回買うんですけども、そのハードトーストは明日の昼ぐらいにもういっぺん寄らせていただきますいうことで、2斤分、はい、予約だけ入れといてね、はい、帰る時にね、引き取るようにしときました。ね、車の中の置きっぱなしいうのもね、やっぱし焼きたての方が美味しいやろし、いうことで、はい、そんなんでね、いろいろ昼飯食ったら、早速ですわ。はい、餌の方もね、半解凍みたいなやつが売ってるんでね、行ってね、すぐ釣りするんで、カチカチに凍っててね、はい、溶かすの大変やいうことで、今日はね、これ金曜日なんですわ。金曜日の、朝一いうか昼ぐらいにつけたんですけども、言うほど、やっぱ金曜日やしね、土曜日は多くなるんですけども、車が浜に止めて、で、その横で釣ってるんですが、だいたい10メートル弱の間隔でみんなが大釣りしてる。まあ土曜日やったら、5メーター間隔から3メーターとかね、いいポイントみたいなとこやったら、もうすぐ1メーター2メーターでね、はいはい、糸が祭りやろいう裏のとこでね、大釣りしてんねんけども、はい、今日はね、そうでもなかったんで、のんびりのんびり、そんなね、爆鳥いう感じでもないし、まあ腕も悪いし、その日の潮の状態にもよるんやろうけども、まあね、いくつか釣れたんで、他の人とちょっとね、話してたんですわ。実は今日車中泊で一泊するんやけども、こんなんどうなんやろうって聞いたら、ちょっと内臓処理して取っといて、で氷で冷やしといたら、今日足やったら全然問題ないしいうことで、実際ね、これずっとさばいてて、家に持って帰っても全然魚臭いいうことがね、全然なかったんですよ。やっぱあれなんかな、新鮮やいうことで、さばいててもそんなにね、なんか手が臭いないう、魚臭いないうこともなかったし、はいはい、一応これでね、半分ですわ。釣ってはさばいて、釣ってはさばいて、すぐに氷で、はいはい、そんな感じでね、ほぼ半日もやってないかな。道具はこんなんですわ。3990円と2990円。セットも去年買ったのをそのままね、使ってるんで。竿とリールと糸と浮きと針とハサミとウエストフルセット。そんな素人の私なんですけども、ちょっとね、他へ偵察行ったら、ほら、これ見て。おばあさんなんやけど、もう10分でこれですわ、言うてはったからね。あ、10分ぐらいでほんま、すすごいな。ごいな。ほんで、一回り大きかったんかな。やっぱし、その場所によって、端の方ね、ちょうど L 字になった、ちょうど、角いんかな。で、この人は、さより狙いで、さよりやん。
ここの湾内はね、一箇所しかないねんけども、トイレもね、綺麗なトイレがあるし、水洗やし、ウォシュレットやし、それと温泉もね、浜の湯いうのかな。はいはい、市の経営かどうか知らんねんけども、大きいね、すっごくいい温泉があって、薬草の湯とかもあるしね、650円。安っ。はいはい。関西人ですわ。それと餌もなくなったんでね、おやつ食べてるんですけども、今回ね、金曜日やいうのは、急にね、天気やし、行こうかいうことで来たんですけども、おでん作ってたんですわ。で、おでんがぎょうさんあるんで、仕方ないな、ほんだらおでん持って行って、おでんぬくめるような形で、車中泊したらいいわいうことでね、おでんをちょうど車中泊で、食べてるんですけども、おでんとビールだけですわ。もう手っ取り早いしね、ぬくめた間だけにしといて、でその後温泉でも使ったらいいなあいうことでね、温泉もせやから、この車止まって、止めたとこから3分ぐらい歩いたかな、歩いたぐらいでいっぱいね、他の方もおられたんで、はいはい、食事するんやったら、食事するとこも温泉の3階のね、後で温泉のとこ行くんですけども、3階にもあるしね、初めはそこでなんか美味しいもの食べようかとかね言ってたんですけども、おでんがぎょうさんあるでいうことで、それやったらいたんでもいいやしいうことでね、おでん持ってこういうことで、それとちょうどね、この日ちょっと冷え込んでたんで、あったかいもん食べた方がいいんちゃうかいうことで、おでんを食べて、でその後に温泉入って、でね、布団もようさん持っていったんだよ。ここですわ、浜の湯。はい、ここの3階、こんな感じで650円やったら安いんちゃいます？今時ね、スーパー銭湯みたいなやったら1000円ぐらいしね、ここね。で風呂入って、同じフロアにこれ食事するとこはね、風呂はね11時までやってんけども、今見えてますね、11時から22時、10時まで、結構遅まで、旬のね魚とかがね、すぐ目の前が港やから、こんな感じですわ。はい、温泉のすぐ前があれです、駐車場になってるし、で朝一もう早うから釣ってる人がおったけども、もうのんびり沖合でも餌もないし魚も釣れへんし、のんびり起きて、あとは朝飯食ったらええわいうことで、はい、昨日の残りね、昨日ね多いめにパン買ったんで、そのパンとコーヒーとで、それに右に見えとるんが黒い電気ポット、60秒やったっけ、むちゃくちゃ早い。はい、そんなんでね、なんやかん言うてる間に、今回知らんかってんけども、ちょうどね、はい、横でね、イベントがあったんで、いろんな店屋さんがあったんかな。唐揚げ、別府中津って書いてあったな。で、これは奈良県、これは津山、岡山ね、岡山のホルモンうどん。それとか、飛騨高山の、牛コロッケと牛メンチ。はいはい、結局ね、はい、コロッケとメンチと、ほんでおにぎりがあったんでね、それを食べてから帰途に着きました。で家に着いてから早速ね、はいはい、南蛮漬けですわ。帰る途中にちょっと知り合いの家にね、少なかったんやけどもね、小味をお裾分けしてきて、で残りがこれだけですわ。まずはつけ汁、醤油と酢とみりんとか入ってるのかな。はいはい、昆布とね、で、鷹の爪と入れ、で、小麦粉を振るって弱火でじっくり骨まで柔らかくするために、はいはい、揚げていってます。はい、こんな感じね。色つくんかな思って、色はね、さほどつけへんのかな。はい、それに先ほど作ってたつけ汁ね、南蛮漬けのね、人参と玉ねぎと入ってるやつね。
こんな感じですわ。これでね、すぐ食べたんとほぼこれの3倍ぐらい冷蔵庫でね、3日ぐらい食べたんかな。1週間ぐらい持つということで、いかがですか。小浜で釣った小アジを南蛮漬けにしました。参考になりました。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それと次回は、湯俣温泉に行った、ハイキング、大町の辺かな、長野県ね。それか食器と調理器具をどれぐらい積んでいったらいいかいうのね、この2本のどちらかをね次回アップしますんで、こうご期待。